空が青いな。はい、おはようございます。今日はね11月の15日土曜日でございます。はい、今ねちょっと7時20分リサイクルショップやってまいりまして、実は今日はこの後ですね8時から上総港っていうところで、街路灯をつけてくれというご依頼がありましたんで、ただいまからねそれ行ってきたいと思います。ということで、今日はね、毎朝のモーニングルーティンはなしでそのままちょっと行ってきたいと思います。ということで寒いけど頑張るぞ。こんなすごいチャッチーだよね。もしかしてこれ？うん。これだとこれだけってことですよね。うん。これだとこう横に出てないやつだと、このブラケットが、こういうつける予定だったんですけど、あ、そうなの。こっち上よでも。これで、多分こうつけて刺すタイプですよね。前の俺が紹介したやつはここにこう横にもこう壁にもこうつけられるタイプだったんですよ。そうなの。なのでこれを想定したんだけど、はい、こちらはね今蛍光灯なんですが LED に変えてほしいということで交換していきます。はい、ということでね、こちらが既存の、街路灯なんですが、これがね、夜になってもつかないということで、新しいのに交換してほしいというご依頼で行きました。当初ね、玄関灯のようなね街路灯このパーツを買ってくださいねと、LINE でね送ったんですが、ちょっと形が悪いので、違うのに頼みましたみたいな感じでね言われたんですが、はい、どうやらですね、思ってたよりちっちゃかったということで、こちらをね、取り付けしてほしいということで取り付けいたしました。はい、これはね本来ね、ゴルフ場のグリーンのところとかに、何十本もねこうつけるようなねそういうちっちゃいやつですね、はい、だったのですが、なんか3個3000円とかなんかそんな感じで売ってたから安いから買っちゃったみたいなことをね言ってましたけど、はい、大きさがね、ネットで買うとわからなかったということらしいので、はい、しょうがないかなということで、とりあえずつけさせていただきました。で、ステンのね、ステンバンドで、取り付けいたしまして、はい、そしてね余ったところは、切り落としまして完了という形になります。
線は一応ここで絶縁処理してます。でこれやっぱ取ってパイプの中入れようかと思ったけど、この溶接されてるんで入りきんないんで、上でテーピングで絶縁処理してますんで、まあこっちの方が安全だと思いますけどね。ああ、ついた。こんなもんなんだ。はい、それではね、帰ってまいりました。いやー、ですね、おばちゃんがですね、こちらが言った街路灯をね、ご提案した街路灯じゃない街路灯をですね、購入されておりましてですね、こんなちっちゃいね、センサーライトになってしまいましたけど、はい、まあしょうがないですよね。はい、まあご自身でね選んだんで、はい、ということで、帰ってまいりましたが、この後ですね、実はですね、普通来て初めてのですね、津波の、避難訓練が行われます。はい、ですので、ちょっとね一回ね、海も近いですから、津波の避難訓練とやらに参加させていただいて、はい、それからねまたちょっと仕事に戻ろうかなと思っております。はい、ということで、そろそろですね訓練のね、はい、模様はお届け。おっとなんですかね、市内というか地域内の、避難訓練のね、アナウンスが今流れました。ですので、これからね、避難訓練の方に、実はね歩いてすぐそこなんですよ。はい、ですので、そこにですね行ってまいりたいと思います。ということで、はい、ということでね、ただいまリサイクルショップの方に戻ってまいりました。今日はね朝、街路灯をつけて、それから避難訓練に出て、はい、でこれからですね、古民家の方のねまた壁解体に行ってまいりたいと思います。ということで、まあ今日はお忙しいですけど、このままドローンさせていただきます。ドローン、はい、ということでね、午後から、古民家の方にやってまいりました。はい、いやいい天気でございますね。ほんとね、雲一つない。あ、雲あった。快晴でございます。はい、ということでね、今日も引き続き、トイレのね壁、トイレじゃねえや、お風呂の壁、はい、コンクリでね、壁タイルでね、やってましたんで、そのコンクリの部分ね、今日はね初って壊していきたいと思います。ということで頑張るぞ。はい、それではね、今日はですねこちら、お風呂のよいしょ、このね壁ね解体していきたいんですが、その前によいしょ、こちらのね、電気を外して、上空に上げたいと思います。ということで取っていきます。はい、ということでね、午後からは、古民家の方にやってまいりました。はい、こちらねお風呂場でございます。以前ね、バスタブを張ってタイルを張って、撤去した、お風呂場ですね。はい、ここをもうやっぱりね、お風呂をやめるそうでございまして、全部ね、壁を取り除いて、
もうまっすぐ行き来できるようにしたいということで、全部コンクリをね貼ってほしいということだったんで、取っております。でね、当初、発力こちらですね、発力を持ってね、発ろうと思って、折ったわけでございますが、意外や意外というか、モルタルがね、薄いんですよ。ですのでね、こうやってね発ってもですね、貫通して終わりという形だったもんですから、もう発力はね、この後やめましてですね、はい、ハンマーで叩いてきます。はい、でハンマーでね最初叩いてたんですけど、これもですね、ボロ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 、粉々になるだけなので、結局ね、いつもの通りですね、バールで、こじ開けました。はい、ハンマーでやるとこうやってバラバラになっちゃうんですよね。はい、ですので、ゴミもね、集めるのも大変ですし、なるべくねゴミ減らしたいんで、こうやってバールでね、ある程度の大きさのところに、亀裂を入れまして、はい、それでね、一気に取るという作戦に変更いたしました。でこれやるとね結構塊で取れますんでね、はい、こうやってね、筋を入れると一気にですねこのように大物がですね、はい、ガチャーンとね、はい、取れますんでね、はい、捨てる時も楽でございますので、はい、あんまり粉々にしちゃうとね、結構大変なもんですから、はい、そしてね、壁に貼ってあった、銅縁ですね、銅縁も全部撤去していきます。危ない。よいしょ。い。やっぱね、床をね先に解体しちゃうとですね、もういろんな意味でやりづらいでございます。はい、ですのでね、皆さんね解体するときはですね、床最後の最後にした方がよろしいございます。はい、はい、このようにねまとめて、取れますんで、最後ね運び出す時も、楽でございますんで、もうコツをつかみました。バールでね、亀裂を線のように入れまして、そしてそこから一気に、壊していくと、剥がしていくというような感じで作戦をね切り替えました。そうするとこのようにねドカンと、はい、落ちますんでね、いや非常に楽でございます。ということで、やはりですねお風呂周りこうやってねモルタルでね、防水じゃないですけども、密閉させてもですねやはり、裏の木の下地がですね、
だいぶ腐っておりました。はい。ですのでね、やはりお風呂周りっていうのはね、結構、もうぐずぐずでございます。ですから皆さんのね、古いお宅がございましたらね、やはりお風呂のですね、周りっていうのは、腐ってきますんで、シロアリもねいっぱい、集まりますんでね、なるべくお風呂の周りはですね、早めに、リフォームした方が、よろしいかと思います。はい。ということでね、今日は、お風呂の、モルタルの壁ですね。はい、こちらをね撤去していっております。こちら側のね壁がね、もう下地がぐずぐずでございました。はい。でやはりねシロアリがですね、中で巣を作ってましたね。はい。ですので、シロアリの卵みたいなのがねいっぱいありました。はい。ということで、動物もね全部撤去しまして、はい、オープンって感じでね、はい、開放的になりましたね。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、こちらね、お風呂の壁を撤去いたしました。はい、次回ね、この木と天井と、それとこのブロックですね、下のブロック、はい、をね壊していきたいと思います。以上です。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はねこちらのね、お風呂場の、ラスモルタル、内側のねタイルの内側のモルタル、はい、ラスモルタルをね、はい、撤去いたしました。はい、ということで、次回ね、また動物と天井と、あとブロックね、壊していきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月